なんとか重工とんこつです。今回はですね、こちらの卓上旋盤を使って、一体どれくらいの精度のネジが切れるのかっていうのを今回検証していこうと思います。一言でネジって言っても、規格だったり精度だったり、いろいろな要素が組み合わさってネジができるので、今回は分かりやすく検証するために OSG 株式会社様からネジゲージというものをお借りしたので、これを使って検証していこうかなと思います。はい、こちらが今回 OSG さんからお借りしたネジ用限界ゲージとなります。どちらも M12 ピッチ 1.75-6H の規格となります。ネジゲージを知ってる方はちょっとびっくりされるかもしれないんですけど、こちらネジゲージに TIN コーティングが施されています。何のために施されているかというと、ネジ限界ゲージというのはこんな感じで品物に直接ボルトを入れるような感じで検査をする検査道具となります。なので何度も使ってるとここがだんだん摩耗していってしまうんですよね。摩耗してしまうと検査道具として良くないので、こちらは耐摩耗性に強いコーティングが施されています。さらにこのコーティングがこのゲージそのものの使用限界を教えてくれるタイヤでいうスリップサインのような働きもしてくれます。どういうことかというと、だんだんね使っていくうちにコーティングがねどうしても剥がれていくんですよね。で剥がれてきたらもう新しいのに交換してくださいねという合図になってるわけです。こちらも新商品でロングタイプのものとなっております。今までは特注品だったそうなんですが、今回レギュラー化したことにより納期が短くなったのと、価格も少しお値打ちになってお求めやすい価格になったそうです。ロングタイプのネジゲージの使い道としては、深い穴の底にあるようなタップの検査や、こういった通常のゲージでは入れないような隅にあるようなところも、長い分有利に検査することができます。早速この旋盤を使ってネジ切りをやっていこうと思うんですが、今回少しでもね見えやすくするためにこちらのアクリルの丸棒を用意してみました。というわけである程度準備が整ったので、これからネジ切りについて少しだけ解説してみようかなと思います。ネジ切り内径って書いてるんですけど、外径も内径も基本的には同じです。ネジって山と谷があると思うんですけど、ネジ切りというのはネジの谷を切ることを言います。さらえばっていうので山をさらっとさらえたりもするんですけど、基本的には谷を削ること、これがネジ切りです。一番初めはこの図のようにただストレートの穴が開いてるだけなんですけど、ネジ切り工具を使って少しずつネジの谷を切っていくんですね。ここです。ここを作っていくんです。ここを少しずつ切り込んでいくことによってネジになっていくんですね。で最終的にはこれぐらい大きいネジになる。よくネジのピッチって聞くと思うんですけど、ピッチ1とかピッチ 1.5 とか、あれはここの距離を言ってるだけなんです。山でも谷でもどっちでもいいんですけど、谷なら谷、山なら山を測って、そこの距離がピッチになります。今回の場合だと
ピッチ 1.75 のネジを切るので、ここの距離は 1.75。これだんだん大きくなっていくんですけど、この距離はね、変わらないです。最初から最後までずっと 1.75 がキープされます。これがネジのピッチですね。基本的にネジ切り前の下穴径というのは決まってまして、今回 M12 ピッチ 1.75 の場合はファイ 10.3 が目安になるんですけど、もしこれ間違えて10切りで開けてネジ切りをスタートした場合、突筋突起になります。なのでネジ切りをするときは内径の場合は穴径、外径ネジの場合は軸径が重要になってきますので、そこをまず一番最初に注意してほしいところです。ハーフナットをかます時の目印の A とか C とかなんか書いてるくるくる回るやつがついてないんで、ハーフナットかましっぱなしで正転逆転で切っていくか、手回しハンドル作って手で回すとかしないと切れないそうです。はい、というわけで、失敗とかもしちゃったんですけど、なんとかネジを切ることができました。めちゃくちゃね、いいネジができましたよ。見た目はこんな感じでスケルトンな感じになっております。特にビビりも見当たりません。ゲージを入れていきたいと思います。では通り側のネジゲージを入れていきたいと思います。うわー、いい感じですね。ぬるぬる入っていく感じです。程よいトルクで入っていきます。アクリルでスケルトンなのと金色のゲージなので、なんかすごいおもろいですね。かっこいい。では NP 止まり側のゲージを入れていきたいと思います。どんだけこっちがね綺麗にできてても、止まりのゲージが入ったら不良品となります。はい、ここで止まりますね。なのでこのネジは M12 ピッチ 1.75 6H の規格にのっとったネジだということが証明されました。いやー、
気持ちいいっすわ。これ気持ちいいさ伝わらんかな。今回はまあロングである必要ないんですけど、せっかくなんでロングの方のゲージも入れてみたいと思います。こっちはシルバーなんでね、シルバーでかっこいいと思います。めちゃくちゃいいですわ。ネジ切りでよくあるのが、入り口の方は切れてるけど奥の方が切れてなくて、不完全ネジ部になってたりするんですけど、こんだけ長いと全部確認できるんですごいいいですね。はい、というわけで、卓上旋盤でネジを切れるのか。切れます。ただ、業務用であるようなこのくるくる回るネジ切りのハーフナットをかますタイミングを知るためのくるくるがないので、もうハーフナットはかましっぱなしで晴天と逆転を繰り返して切るしかないですね。切れないことはないけど結構難しい。僕も業務用の旋盤でネジ切りするときはハーフナットかましっぱなしで晴天逆転でやってたんですけど、晴天逆転のレバーがここにあるんですよ。なので晴天でガチャンって入れてウィーンっていって、そのままブレーキをちょっと軽く踏んで逆転ドンって入れたらスーって戻るみたいなのが簡単にできたんですよ。ただこの旋盤は回転スイッチと停止スイッチで、晴天逆転はねこのつまみで変えないといけないんで、やりにくかった。癖があると。業務用の旋盤だったらねブレーキもついてるんで、行き過ぎたやべえって言ったらブレーキ踏めるんですけど、こっちで止めるかこっちで止めるかしかないんで、そこら辺の慣れができたら、全然問題なく切れるかなと思います。というわけで今回の動画が参考になった、ためになったっていう方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter とか Instagram とか物販とかなんやかんやいろいろやってますので、よかったらそちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。